はじめまして、UFO 探求機関の玉木です。ようやく5月5日公開された UFO 開示の情報が終わったので、ちょっと気になった文章をこの動画でまとめて紹介していきたいと思います。その前にちょっとまだ動画1本も上げてないんですけど、100人以上の方に登録してもらいました。ありがとうございます。今後はちょっと YouTube の方も、更新頻度高めでやっていこうかなと思ってるので、よろしくお願いします。で、今回、紹介する資料なんですけど、一応全部で4000ページぐらいあって、4000ページ超えてたんですけど、一応時間かけて全部見てから発信してるので、基本的にAI で作ったフェイクとかはないので、安心してください。ちょっとね、時間かかりすぎて、その間に第2弾の開示があったりとか、いろんな情報がね、ちょっと錯綜してるんですけど、ちょっと今回の動画では、第1弾の開示にフォーカスして、ちょっと話していけるかなと思ってます。基本的には資料をひたすら紹介していくって感じになると思います。公開された動画に関しては、また別で第1弾、第2弾まとめて、ちょっと需要あれば紹介したいなと思ってます。ではちょっといきなり一つ目の資料なんですけど、それがこちらになります。で、これが、1974年の8月22日に作成されたもので、その前日の8月21日にアメリカのウィスコンシン州で空から落下した未確認物体を警察が回収したっていう内容になってます。で、詳しい詳細なんですけど、8月21日に、ミルウォーキーっていう場所で、空から落下した未確認物体を、地元警察が回収したっていう形になってて、でそれが、FBA に引き渡されたっていう形になってますね。8月21日の、午後6時頃時点で、ミルウォーキー警察が未確認物体を回収して、その時点で警察も保管しているっていう形になってますね。その落下した物体については、円盤型、大きさが約30センチぐらいなんで、そこまで大きくなくて、ちょっと今でいうドローンみたいな感じになってますね。でちょっと片側がギザギザしてるっていう特徴があるらしくて、UFO っぽくはないかなっていう形で、工具とかで使われる刃みたいな感じのイメージかなと思いますね。あとサイズ的に多分かなりちっちゃいので、乗り組みとかはないかなっていう形ですね。ただ、円盤型の物体が墜落して、回収されてるっていう点ではかなり貴重な資料になるかなと思います。で、次の資料がこれなんですけど、ちょっと暗号みたいな感じの資料になってて、でこれは1947年7月10日に FBI が受け取った暗号文になりますね。この暗号を書いた人物についてはちょっと身元不明で、調査中って形になってます。ちょっと面白いのが内容で、人間の愚行にはうんざりした原始センスを待つつもりはない。太陽系の指数が乱されているため、空飛ぶ円盤を送った。そして今年の終わり頃、火星人の下で世界秩序を打ち立てる。っていう内容になります。かなりちょっとぶっ飛んだ内容なんですけど、簡単に言うと、火星人が当時の人間の人類の動きに対して、不信感みたいなのを持ってて、でそれを正すために、空飛ぶ円盤、UFO を送ったみたいな感じになりますね。正直ちょっと身元も不明で、詳細も不明なので、若干信憑性は低いんですけど、ただ、核関連とかに関しては、今も各施設ではUFO が目撃が多くて、実際日本でも2025年7月に限界原発で UFO が目撃されてて、それも結構大きなニュースになったりとかしてるんで、あながちちょっとそんな遠くはない内容ではあるかなと思いますね。ただこの文章に関してはちょっと嘘っぽいなっていう感じです。で次の資料なんですけど、これは日本について書かれている内容で、これは、FBA に送られた、手紙のコピーになるんですけど、そこの内容の一部に、ドイツや日本が現在のように厳重に監視、警備されている状況で、どのようにして空飛ぶ円盤を製造し飛ばしているのかって書かれてるんですよね。この手紙を書いた人物自体が、どこから情報を得たのかっていうところが書かれてないんで、なんとも言えないんですけど、日本が出てきてるっていうところがかなり貴重かなとは思いますね。意外と日本もちょこちょこ出てくるんですけど、日本がこういう円盤型の物体を作ってたみたいな資料については、おそらくこれだけかなと思いますね。で、次は、資料じゃなくてちょっと写真になるんですけど、ちょっとなんとも言えない物体なんですけど、
これがメインブラックの元になったモーリー島事件っていう事件で、UFO が撒き散らしたなんか謎の金属片の、実物の写真らしくて、でこの事件は1947年8月にアメリカのワシントン州沖で起きた事件になってて、ドーナツ型の飛行物体が、6機目撃されて、そのうちの1機が、こんな写真にあるような、破片を撒き散らして、怪我人とかワンちゃんが亡くなったりしたっていう事件ですね。で、この事件の後に、それを目撃した人物のもとに、黒いスーツを着た謎の男が現れて、事件について口外すれば、恐ろしいことが起きるよって脅迫されたっていう事件ですね。でそれが元ネタとなって、メインブラックが広まったっていう事件ですね。で、それの実際当時 UFO から落下したとされる、物体の写真ですね。これ写真だけしかないんで、分析結果とか、その後どうなったかみたいなことはないので、そこが一番気になるところなんですけど、現状ないっていう感じですね。で、次の資料なんですけど、これは UFO の着陸と宇宙人について書かれたものになってますね。結構具体的に書かれてて、その内容なんですけど、数人の目撃者がその物体から降りてきた乗組を見たって報告している。彼らは身長は約100センチから120センチほどで、宇宙服とヘルメットのようなものを身につけていたっていう風に書かれてますよね。特徴的にはよくあるグレータイプのエイリアンには似てるかなっていう感じで、ただこれ目撃情報だけで、具体的な場所とか目撃した人の名前とかないんで、そこがちょっとないと何とも言えないなっていう感じですね。内容的にはかなり面白いですけどね。ちょこちょこ今回の資料では UFO 着陸して、そばに宇宙人がいてたみたいな資料結構あるので、結構それに近いことが、実際に起きてたんじゃないかなっていうふうには思います。で、次の資料がこれですね。これもどちらかというと、垂れ込みみたいな感じの資料になるんですけど、ただ内容が結構具体的で、かなり興味深い内容になってるので、ちょっと紹介していきます。垂れ込みした方が、女性の方で、1967年7月に、地球人の姿をした宇宙人に出会って、その宇宙人からいろんな情報をもらって、1ヶ月ぐらい交流した後に、その宇宙人が、地球を去ったっていう話になるんですけど、すでにちょっとぶっ飛んでるんですけど、その宇宙人から聞いた、具体的な話もなんか4つあって、で、まず1つ目が、1962年5月22日、アフリカ上空で UFO に対して対ミサイル兵器が発射されたが、UFO は、シールドみたいなのによって守られていた。1967年8月6日、地球から3万5000キロ離れた場所で、レーダーによって UFO が探知された。で、1967年8月20日、南極上空で UFO が探知された。で、4つ目が、UFO が遠距離早期警戒線上空で探知され、撃墜された。で、現在宇宙からの存在がその回収を試みている。っていう内容になってるんですよね。どれもちょっと興味深いんですけど、個人的に気になるのはやっぱ南極で、南極といえば、バード少々の地底世界とか、いろんな都市伝説あるんで、もしかしたらそれに関連してる、可能性があるのかなとは思いますね。南極と UFO に関しては、また別で動画も作ろうと思ってるので、それを楽しみにしておいてください。次の資料なんですけど、結構長いんですけど、この一部に月の裏側に関して書かれてて、で、もうほんと一文なんですけど、月の反対側では植物のように見える多くの緑色の地点が観測されていたって書かれてるんですよね。基本的に月は大気がないので、植物が基本的には育たないので、そのうちに結構おかしい文章ではあるんですけど、で、これが、ただの一般市民が話してるっていう内容じゃなくて、この会話が行われた場所が、オランダになるんですけど、それで会話してるのが、当時オランダの女王であったユリアナ女王と、で、コンタクティってされる、人物の会話らしくて、ただ、ちょっと公式な、あれもちょっと調べたんですけど、実際このユリアナ女王が、当時、コンタクティと話したっていう記憶はないんで、おそらく非公式な場での会話か、創作された話かなっていう感じですね。ただ王族関係は、イギリスとかもそうですけど、レプティリアンみたいな都市伝説結構あるんで、結構深掘りしてみると、面白いかなと思ってますね。月の裏側に関しての資料は、4000ページ以上あったんですけど、僕が見た中ではこれだけでしたね。NASA の
文章とかもあったんですけど、裏側に関してはもうこれだけになりますね。で、次の資料が、個人的には結構トップ3ぐらいに入る興味深い資料になるんですけど、さっきもちょろっと出てきたんですけど、メインブラックについて結構詳細に書かれている文章になります。で、その内容が、東洋風の顔立ちをした暗い色の服を着た男たちが UFO を間近で目撃した人々を脅迫して回っている。彼らは軍の将校や FBI 捜査官になりすまし、古いナンバープレートかプレートをつけていない黒の自動車で走り回っている。彼らは UFO 目撃者を車で引こうとしたり、脅迫電話をかけたり、勝手に郵便物を開封したり、電話を盗聴したり、さらには UFO 目撃者が住む家を撮影したりしている。かなり過激なことをしているなっていう感じではありますね。で、FBI がこの文章を残しているってことは、おそらくメインブラックは、FBI を含む公的機関とは別で独立した組織の可能性がありますね。ここまでメインブラックについて詳細に書かれているのは多分今までなかったと思うんで、かなり興味深いし、ほんまに存在してたんじゃないかって思わせるような文章ですね。過去にメインブラックのが映った動画みたいな感じも出回ってるんですけど、実際のところ本当に存在してるかどうかっていうところはこれの資料だけでは決定的ではないって感じですね。で、次の資料なんですけど、これも結構面白くて、これまで都市伝説として言われてきてるような内容が書かれてます。で、内容としては当時の FBI 長官だったエドガー・フーバー宛てに送られた手紙で、これもちょっと垂れ込みっていう形になるんですけど、ある女性からメキシコシティ近郊の山の中、あるいはその下に UFO の基地と工場があるって聞いたっていう話になってて、で、これの情報源が、その女性の、旦那さん、夫が、その場所に立ち入りを許可された、特別な少数の人々のうちの一人って書かれてるんですよね。で、具体的なことも書かれてて、で、そこに存在している UFO は、空中では認識できないような金属素材で、かつ透明、透明な金属素材でできてて、外からは見えないけど、操縦席からは外を見ることができる。この山の中に UFO 基地があるっていう話は、結構言われてきてて、で、特にメキシコに関しては、ポポカテペトル山っていうめっちゃ有名な UFO が火口に入っていく動画とかが結構公開されてる山があるんで、で、この女性もメキシコって書いてるんで、もしかしたら関連あるのかなと思いますね。ちなみになんですけど、僕、メインチャンネルで都市伝説探求機関っていうチャンネルを、やってるんですけど、そこでコラボしたスペインの占い師のフェルナンド・ハビエルさんっていう方も、火山の中に UFO 基地があるって言ってましたね。証拠とか見せてもらってないんで、なんとも言えないですけど、そういう話ありましたね。で、次の資料なんですけど、この資料は、日本について書かれている資料になりますね。で、作成されたのが1949年5月で、FBI 宛てにロバート・リエグリーっていう人物が、情報提供しているっていう資料になってて、で、その内容が、この国で回収された唯一の本物の日本の空飛ぶ円盤を持っているっていう話なんですよね。だからこの人の言ってることが本当だったら、1949年、前後ぐらいで、日本が空飛ぶ円盤を開発してて、かつ、アメリカまで飛ばすことに成功したっていうことになりますね。ただ、文書内では、FBI とか陸軍は、日本に関する空飛ぶ円盤を所有しないっても書かれてるんで、FBI とか陸軍は否定してるって形になりますね。これも日本について書かれてるんで、かなり貴重かなと思いますね。で、次の資料なんですけど、多分いろんな資料ある中で、多分一番衝撃的だった内容になりますね。それがまず2枚あるんですけど、まず1枚目に関してですけど、1950年1月にコールターっていう人物が、ニューメキシコとアリゾナ州の境にあるレーダー基地に無断で侵入して、そこで空飛ぶ円盤を2機目撃したっていう話で、具体的な詳細については、2機の円盤のうち1機はひどく損傷、もう1機はほぼ完全に原型をとどめていた。で、それらは2つのパーツから構成されており、直径約 1.8 メートルのコックピット、または部屋がある。部屋の幅は約 5.5 メートル。で、厚さ約60センチの輪で囲まれていた。で、素材は金属のようなものでできていたっていう内容がありますね。で、この後の2枚目の文章に UFO だけじゃなくて、エイリアンも目撃したっていう証言があって、身長が約90センチ、金髪、
で、髭がなく、で、歯には詰め物も虫歯も全くなかった。彼らは下着を着用しておらず、体にはテープが巻かれ、一種のワイヤーのようなものをまとっていた。で、船内からは錠剤状の食料が大量に発見されたっていう内容になってて、結構具体的なんですけど、結構衝撃なのが、エイリアンが髪の毛あって、かつ金髪だったっていう点ですかね。今までのグレータイプのエイリアンとは、なんかちょっと見た目が違う。身長とかは近いんですけど、明らかに見た目違うなっていう感じですね。で、この文章の中に、この UFO がどこから来たのかみたいなのも書かれてて、それが金星らしくて、宇宙人か金星人の可能性もあるってことですね。金星人といえば、なんかニコラ・テスラも金星出身であるっていうことが、別の機密文書にも残ってるんで、もしかしたら関係あるかもしれないですね。かなり具体的に書かれている資料で、おそらくですけど、アメリカ政府がこれまで出した資料で、ここまで具体的な描写なかったんで、かなり貴重な資料かなと思いますね。ただ、目撃者が一般人で、写真とか動画の証拠がないので、確実に存在していたのかって言われると、ちょっと怪しいかなとは思います。ただ、内容的にはかなり面白い。真実、エイリアンが金髪だったっていう真実が書かれてるって感じですね。で、次の資料は、NASA 関連の資料で、通信記録ですね。通信記録になってて、これはジェミニ7号の通信記録になります。で、内容は、船長のフランク・ボーマンが、未確認物体、ボギーを目撃したことを報告している内容になってて、でかつそのボギーとは別に、数百の光の粒子を目撃したっていう感じですね。一応正体としては、宇宙船から剥がれ落ちた塗料とか破片とか、氷の結晶っていう感じになってますね。で、ただ、ボギーっていう言葉が、この公式に使われてるっていうところが、今回の資料で、確実になったんで、これもかなり貴重な資料ですね。実際 NASA がこう宇宙行くときには、結構いろんな隠語があるみたいな感じを、話されてて、で、例えば地球から離れて地球圏外に出るまではボギー。で、地球圏外から月の軌道上に行くまでにはスカンク。で、月面の軌道上に乗ったらサンタクロースみたいな感じの隠語があるみたいですね。それが都市伝説で言われてたんですけど、実際使われていたって感じの資料ですね。で、次も同じく NASA の資料で、これはアポロ11号の通信記録になりますね。内容的には、アームストロング船長と、バズ・オルドリンが目撃した謎の飛行物体について、話している会話の記録になってます。で、彼らが見たのが、2つのリングが繋がったような物体みたいなことを言ってて、見た物体に対しての、考察を、話してるみたいな感じですね。ただ最終的には、結論が出ずに、もうわからないっていう感じになってますね。アポロ11号に関しては、結構いろんな情報が、暴露されてて、で、2009年に、元 NATO とか、アメリカで軍人してた、ボブ・ディーンっていう人が、アームストロング船長が撮影した写真を結構公開してて、それがこの葉巻型っぽい写真なんですけど、ちょっとこの会話内容で出てきた、形にちょっと似てるかなって思いますね。で、次の文章なんですけど、これは割と最近の目撃情報で、結構目撃者も FBI の捜査官っていうところで、かなり信憑性が高そうな資料になってますね。で、詳しい詳細なんですけど、2023年に2人1組の FBI 捜査官の3チームが、計6人ですね、が、それぞれ別の場所で、オーブを見たっていう証言ですね。で、結構面白いのが、目撃したオーブから、新たなオーブが出てきたっていう感じなんですよね。オーブからオーブが放出されるみたいな感じで、で、最初1つだったオーブが、3個から4個のオーブを排出して、最終的に全部消えるみたいな感じですね。なんで、どちらかというと、物理的な現象じゃなくて、ちょっとエネルギー体みたいな感じの、目撃情報かなとは思いますね。ちょっとこれ、同じような事例が、実は第2弾の方でもあって、で、それが、アメリカ軍の上級情報将校が、球体型の UFO が分裂したって証言している文章があるんですよ。で、それも日付が結構最近で、2025年後半なんで、ちょっと半年以内ぐらいの、情報なんで、オーブとね、球体で若干の違いはあるんですけど、証言してるのが、FBI の捜査官と、で、軍人なんで、両方ともかなり信憑性高そうかなと思いますね。ちなみに第2弾
の紹介に関しては、一応文章も全部見たんですけど、内容的にかなり微妙だったんで、というか面白くなかったので、多分やらないと思いますね。紹介は。X ではちょっと出してるんですけど、多分動画ではやらないです。で、次の資料ですね。で、次の資料も2023年の目撃情報で、なぜかね、これだけ再現画像が残ってて、しかもカラーで残ってるんですよね。で、詳しい詳細なんですけど、これも目撃したのが、政府関係者、FBI の人物で、当時軍事基地で、何かの試験をしてたらしくて、そこの場所に葉巻型の飛行物体が出現したっていう話ですね。前提として、軍事基地、かつ、当日も空域制限してたっていう事実があるので、基本的には軍が把握していない飛行物体はその場所に存在しないっていうことになりますね。で目撃情報によると、その物体は地上150から200メートルあたりを浮遊してて、非常に明るい光を放っていたとされてますね。でその物体を10秒ほど、観察した後に突然消失したって書かれますね。つまり瞬間的にその場から跡形もなく消えたっていう現象ですね。で目撃者も一人だけじゃなくて、複数存在してて、かつ軍事基地なので、かなり信憑性が高い、目撃情報かなと思います。だからこそ FBI もカラーで、再現写真を、作ったんじゃないかなと思いますね。物体に関しては、この証言が、本当だとすれば、UFO は瞬間移動とか、次元間の移動ができる、乗り物なのかなっていう説が考えられます。結構 UFO、別次元から来てるっていう証言はね、結構あるんで、それを実際、目の当たりにしたっていう、目撃情報なのかもしれないですね。で次の資料がこれなんですけど、内容的にはね、かなりガセっぽいんですけど、ちょっと面白いんで共有します。で、これは1953年に FBI に送られた情報提供の手紙で、その内容がオハイオ州サークルビルっていう場所で、円盤型 UFO の目撃があって、でそれを目撃した農夫のもとに FBI の職員を名乗る人物が現れて、でなぜかこれまで回収したっていう UFO の写真を見せられたらしくて、で、これもなぜかわかんないんですけど、その捜査官が、火星から来た UFO とエイリアン、つまり火星人を捕獲して、英語を話せるように教育してるっていうことを話したらしいですね。かなりぶっ飛んだ内容にはなるんですけど、エイリアンインタビューで、エアルに英語を教えたっていう話はね、ちょっと似てる気がしますね。で、ただ情報元が、情報提供っていう形の、噂レベルなので、信憑性が低くて、かつ、FBI の捜査官が、UFO 目撃者に対して、そこまで話せえへんやろとは思いますね。だから、正直ちょっと嘘っぽい感じにはなります。ただ面白いのでっていう感じですね。で、次が、これも結構最近の目撃情報で、2024年6月7日の情報ですね。これはよくある球体型とか、円盤型とか、葉巻型とは違う形をしてて、かなり奇妙な見た目をしている UFO になりますね。文章によると、目撃された場所はペルシャ湾のどこかで、軍の偵察機が、高度約7300メートル付近を飛行中に、海面付近を時速260キロほどで飛行する謎の飛行物体を発見したっていう内容です。で、奇妙なのが、その形で、一応球体型ではあるんですけど、その物体の下側に垂直に伸びる棒が取り付けられてたっていう点ですね。でも今回、開示情報の中で結構球体型 UFO の目撃って結構いっぱいあったんですけど、こんな感じで、その突起がついてるっていうのは、おそらく多分これだけですね。でもこの形が、実は昔から結構有名で、古代に UFO が来ていたっていうことを表しているんじゃないかっていう、このコソボの壁画に書かれてる空飛ぶ物体とかなり姿似てるんですよね。なんでおそらく推測ですけど、もしかすると古代の人がこれと同じような物体を見て、それの絵を描いたんじゃないかっていう。でちょっと文章の内容とはちょっと違うんですけど、このコソボの壁画の UFO にこうマークが書かれてるんですけど、それが第一弾で出た首都みたいな UFO に結構似てんじゃないかっていうので、これも話題になってましたね。なんで点と点がつながるみたいな感じで、たまたまの可能性もあるんですけど、結構興味深い感じですね。次の資料が第二次世界大戦中に
ナチスが UFO 兵器を立ててたかもっていう文章ですね。で1944年5月にベルリン近くの農場での目撃情報で、戦時中にドイツ軍の強制労働者として働いた人物が、農場の近くで、親衛隊、通称 SS って呼ばれる組織の車両が、そこに現れて付近が封鎖される。で、目撃者はその SS 隊の、目を盗んで封鎖されたエリアに向かうんですけど、そこで、浮上する円盤型の物体を目撃してるんですね。で、結構大きくて直径が約70から90メートルで、高さが約4メートルで、低い音を出しながら飛行していたで証言しています。で、それから第二次世界大戦終結後に、同じ場所に行った時にはもう何もなかったっていう感じですね。実際ナチスに関しては、フーファイターとかディグロッケって呼ばれる UFO とかを、作ってたって言われてて、でちなみにちょっと余談なんですけど、1965年12月にアメリカのペンシルバニア州で起きたケックスバーグ UFO 墜落事件は、ディグロッケが墜落したって言われてますね。で、ちょっと次の資料なんですけど、これは、ロズウェル事件に関しての資料になりますね。で多分第1弾の資料では、おそらくこれが唯一ロズウェル事件に直接関係する、書類になる形ですね。で、文章に関しては、ロズウェル事件発生直後の1947年7月8日にやり取りされた FBI の、記録になってますね。で、内容としては、本日ニューメキシコ州ロズウェル近郊で空飛ぶ円盤とされる物体が回収されたとの電話連絡があった。その円盤は六角形で直径約6メートルの気球からケーブルで吊る下げられていた。発見された物体はレーダー反射器を備えた高高度気象観測気球に似ている。円盤と気球は検査のため特別機でライトフィールドへ移送中である。っていう形になってて、おそらくなんですけど、地球外のものじゃなくて、地球性の、可能性が考えられる内容になってますね。ただ、正体に関しては、この報告があった時点では、把握できておらず、FBI の中でも結構混乱している、様子がわかるかなと思います。結構 UFO 好きからすると、この資料に関しては、若干残念な気持ちになったかなと思いますね。ただ、その後の動きとか、物体の正体については、はっきり明記されてないので、確実に UFO ではなかったとは言えないっていう感じになってますね。ロゼル事件に関しては、未だに正体分かってないので、第3弾、第4弾で、出たら嬉しいなと思いますね。で、次の資料に関してなんですけど、これが UFO とつながった、コンタクティって呼ばれる人の、主張を FBI が聞き取って、報告書としてまとめたものになりますね。かなりスピ寄りなんですけど、この資料があるっていうことは、FBI も、超常現象的なことを、完全否定してたわけではないっていうことになるかもしれないですね。で、実際の内容なんですけど、そのコンタクティによると、2つの宇宙船からメッセージを受け取ってて、それぞれ M4 と呼ばれる母船で、直径が約240キロ。で、L11 って呼ばれる、大型船で、直径が約250メートル。この2つの船からメッセージを受け取ってたと。彼らの目的としては、核兵器などの監視と、その核兵器から人類を守るためっていう感じになってますね。結構ぶっ飛んだ話で、証言以外の証拠がないので、かなり怪しいんですけど、実際ちょっと UFO と核兵器に関しては結構深いつながりがあって、核の関連施設とかでは結構頻繁に目撃されてたりとか、X でも紹介してたんですけど、過去にはミサイルを UFO が撃ち落としたみたいな事例も存在してます。で、次の資料なんですけど、これもちょっと先ほど同様かなりぶっ飛んだ内容なんですけど、結構面白いんで紹介します。これも情報提供になるんですけど、情報提供者が、ニューメキシコ州のサンディア空軍基地に配属されているジョン・フライっていう人物が、サンディア基地からニューヨーク市まで空飛ぶ円盤に乗って往復し、でその所要時間が、たった30分だったっていう話を聞いたっていう、情報提供になってますね。で、サンディア基地からニューヨークまでは、約3000キロあるので、本当に30分で移動できるんだったら、時速に関しては、約5800キロで、マッハ5ぐらいのスピードが出てるってことになりますね。今現在その人が乗れる機体で、マッハ5を出せる航空機っていうのは存在してないので、もし本当にそういう機体が存在してたら、このジョン・フライが乗った機体っていうのは、人類以外の技術が搭載された機体になるっていうことになりますね。これもね、証拠が証言だけなんで、
正直かなり怪しいと思いますね。で、次の資料が、僕も結構個人的に好きなんですけど、で、以前から公開されてたものになるんですけど、なぜかね、今回のファイルにも含まれてたんですよね。で、その資料がこれで、この文章に関しては、宇宙人の正体、彼らがどっから来てるのか、UFO について、そういうところが書かれてるって感じですね。で、その内容が、全部で9つあるんで、それちょっと全部紹介したいと思います。で、まず1つ目が、円盤の一部には乗組員が登場しており、ほとんどが遠隔操作されている。彼らの任務は平和的で、来訪者たちはこの惑星への定住を考えている。これらの来訪者は人間型だが、サイズは人間よりもはるかに大きい。彼らは地球の人類とは無関係で、彼ら自身の世界からやってきている。彼らは我々が使う意味での惑星から来ているのではない。我々の世界と相互に浸透し合っているが、我々には感知できない。エーテル上の惑星から来ている。来訪者の体及び機体は、我々の高密度の物質の振動数に入ることにより、自動的に物質化する。円盤は一種の放射エネルギー、あるいは光線を備えており、攻撃してきた機体を容易に分解してしまう。彼らは意図的にエーテル次元へ再突入し、我々の視界から跡形もなく消えることができる。彼らがやってきている領域は、アストラル界ではなく、ロカやタラ、インド哲学における異次元の世界に該当します。彼らとはおそらく無線で交信することはできないが、もしその装置のための信号システムが考案されれば、レーダーによって探知することが可能であろう。この9つになるんですけど、結構面白くて、この文章が正しければ、エイリアンっていうのは物体ではなく、エネルギー体的な存在の可能性があるっていうことになります。正確に言うと、次元間を移動できる生命体っていうことになりますね。おそらくなんですけど、この文章が示しているのは、宇宙人の本質が意識体であるってことを指してるんじゃないかなって思いますね。UFO に関しても、次元間を自由に出入りできるって書かれてるので、これ僕らが普段その UFO の姿を見えないとか、UFO が急に現れて、急に消えるみたいなところの、説明にもなるんじゃないかなと思いますね。ちょっとここからはちょっと個人的な考察になるんですけど、宇宙人はなんか僕らが言うところの死後の世界的なところから来てるんじゃないかなと思ってて、死後の世界イコールエーテル界みたいな感じで、人が死ぬと、意識だけが別次元に移行するんじゃないかっていう説ですね。で死後の世界を垣間見る臨死体験とアブダクション体験、この2つの体験に関しては実際に共通点もあって、近い概念になるんじゃないかなと思います。あとはデビッド・グルーシュとか、ルイス・エリゾンドも UAP は別次元から来ている可能性があるっていうのも発言してるんで、結構エイリアンと、その意識的なことに関しては、結構深いつながりあるんじゃないかなと思いますね。なので、ここのテーマに関しては、またちょっと別で動画を作りたいと思います。で、次の資料なんですけど、これも結構貴重な資料で、政府が UFO の存在を認めたっていうことが書かれています。ただ認めたのはアメリカ政府じゃなくて、スウェーデン政府になってますね。で、この文書は、1948年11月4日に作成されてて、当時ね、スウェーデンでは正体不明の飛行物体が、かなりの数目撃されてて、それについてアメリカ軍がスウェーデン政府に正体を確認したっていう内容ですね。で、スウェーデン政府は米軍に対して正体不明の飛行物体について、これらの現象は明らかに地球上のいかなる基地の文明にも帰することのできない高度な技術の産物であるって答えてるんですよね。これはつまり政府が UFO っていう存在を認めていたっていう内容になります。ようやくね、現代でこそ公にね、アメリカ政府が UAP を認め始めたぐらいなんで、だから僕らが実は知らないところでね、もうすでに何十年も前から政府がね、その存在を認めてたってことを示す文章になってますね。で、この文章、それだけじゃなくて、スウェーデン国内のどこかの湖に UFO が墜落して、調査まで行ったっていう記録も書かれてて、で、その結果も、湖の底に謎のクレーターを発見してて、で、そのクレーターが空飛ぶ円盤によって引き起こされたものっていう結論まで出してるんですよね。ここまでね、結構な文章を紹介してきたんですけど、これが唯一政府が認めたってことが書かれてる文章になります。で、次の文章なんですけど、これは日本での UFO 目撃事例について書かれています。1952年3月29日に北日本上空、おそらく北海道か東北あたりを飛行していた F84 戦闘機が銀色に輝く直径20センチほどの球体型 UFO を確認。で、F84 戦闘機を余裕で追い越すスピードで飛び去ったっていうのが報告されています。で、またその物体に関しては推進装置とかなく、また飛行した後に飛行機雲など
を確認できなかったっていうのが書かれてますね。この物体の見た目だけで言うと、コロンビアのブガの球体にもかなり似てて、球体型の UFO 自体は、直近でかなり目撃が増えてたんですけど、数十年前から、あったっていうことを示す、貴重な資料にはなってますね。で、結構ね、日本でも球体型の UFO を見たっていうね、情報が、メインチャンネルの方とか、X のリプとかでも結構もらってるんで、結構僕らが見れてないだけで、割と近く飛んでるのかもしれないですね。で、その正体に関してなんですけど、ここはちょっと個人的な意見にはなるんですけど、UFO、宇宙から来たものじゃなくて、新型の偵察機的なものなのかなとは思いますね。この辺の球体型 UFO に関しては、またどっかで球体型 UFO にフォーカスした、動画も作ろうかなと思ってます。で、次の文章なんですけど、これも UFO の着陸と、あとはその乗組員に関しての目撃情報になってますね。で、文章自体は、ちょっと記事の切り抜きになるんですけど、内容がね、結構信憑性高くて、面白いんで、これも紹介します。で、この UFO の着陸を目撃したのが、オスカー・リンケっていう方で、グライマースハウゼンという町で、町長をしていた、社会的地位のある人物になっています。で、彼が見た物体に関しては、フライパンのような形をした UFO で、それが地面に着陸してて、で、その UFO のそばに、2人の人影を見てて、しかも金属のような服を着ていた。で、その後2人はその UFO に乗り込んで、飛んでいったっていう目撃情報ですね。結構ね、ぶっ飛んでるんで、信憑性低そうかなって思うんですけど、これがね、結構高いって言われてる理由が2つあって、で、まず1つ目が、その証言者のリンケが社会的地位があって、別に嘘の情報を話すメリットはなかったっていう点と、でもう一つ、その当時、このリンケ自体が空飛ぶ円盤の概念を全く知らなかった状態で、再現イラストを鮮明に描いてるっていうところですね。この2つが、この記事が結構信憑性高いなって言われてる点ですね。このリンケの言ってるところが、本当だとしたら、個人的にはなるんですけど、未来人の可能性もあるのかなとちょっと思いますね。UFO の乗組員の正体として、挙げられる一つの候補として、未来人があって、で、結構この説が結構最近かなり有力視されてて、その理由としては、今ね、話題になってる、このアメリカでの UFO 関連とか、反重力研究者たちが、行方不明になってる事件があって、その中の一人の反重力を研究してたエイミー・エスクリッジっていう女性の方が自分が亡くなる最後のメッセージとして、未来人の暴露を行ったっていうところでね、ここもね、X で、詳細ちょっとポストしてるんですけど、結構反響あったんで、ここも多分別の動画でちょっと紹介しようかなと思います。ちょっとね、長くなったんですけど、次で最後の文章になりますね。で、最後の文章に関しては、日本について書かれたものになっています。で、これが1948年10月15日、日本の福岡周辺を飛行していた、P61 ブラックウィドウ戦闘機によって目撃された UFO について書かれています。で、その物体は、目視とレーダーの両方で確認されてて、この P61 をはるかに超えるスピードだって、でね、特に興味深いところが、この謎の飛行物体が、この P61 の位置を常に把握しながら、飛行してた可能性があるってことが書かれてるんですよね。おそらくこれが、この自然現象とかじゃなくて、この物体自体が知性があって、意図的に動いてたっていう可能性を示している感じですね。公的な資料で、かつ日本での目撃報告になるんで、結構これもね、貴重な、資料になってるかなと思います。ちょっとここまで結構長々と紹介してきたんですけど、他にもね、ちょこちょこ面白そうなのもあったんですけど、個人的に気になったものを、今回紹介させてもらったって感じになります。ちょっと最後の感想的なところなんですけど、今回の開示ファイル、僕は全部見たんですけど、その率直な感想としては、なんか全体的に残念だったなっていう印象ですね。まずそのエイリアンが存在するっていう決定的な証拠もなくて、でそのほとんどの資料が、結構ね、1940年代とか、かなり古いものばっかりで、なんか最近の新しい情報がないなっていう感じですね。ただその1940年代から逆に言うとアメリカ政府はかなり真剣に UFO 情報を積極的に集めてたってことが分かったんで、そこは良かったかなっていうところと、これまでね、都市伝説って言われてきた、UFO っていう存在が、この情報開示によって、ほぼ真実だったっていうことですね。これがね、今回のね、開示では結構かなり重要な点かなと思いますね。で今後も第3弾、第4弾が、おそらく続くみたいな感じなので、
それもまた出たらね、まず資料を全部確認して、面白いものは一旦速報で、X でポストして、そのからその後にちょっと YouTube で深掘り動画を作ろうかなと思ってます。今回の動画に関しては、結構ね、まとめて資料を紹介したんで、全体的にちょっとね、浅い感じになってるんですけど、個人的にね、気になった資料に関しては、深掘り動画、一応作っていこうかなと思います。で、リクエストとか、この資料もっと深掘りしてほしいみたいなのとかもあれば、またコメントで教えてもらえたら嬉しいです。じゃあちょっと以上長くなっちゃったんですけど、ちょっと1本目の動画は、これで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、あと X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。